ボンジョー。前回のディジョンの新名所の動画はお楽しみいただけましたでしょうか。実は私のディジョン行きにはもう一つの大きな目的があったのです。セーヌ川の源流にある家を訪ねます。延々と田園を走るバスの車窓の風景、そしてたどり着いた先での嬉しい再会の様子をお届けします。ちょっとした冒険旅行です。どうぞお付き合いくださいませ。セーヌの源流へ公共交通機関で行くにはディジョン駅が起点になります。このチャンネルを以前から応援してくださっている方は、私がもう20年以上前にセーヌの源流を訪ねたことをご存知だと思います。その時も今もセーヌの源流まで行くルートはあまりよく知られていません。ディジョン駅の係員さんでもほとんど知りません。駅の案内所でバスの情報を得たいと思いますが、そもそも国鉄とバスとは別の運営なので、20数年前と同じくここは自力で道を切り開く必要がありそうです。路線バスの時刻表がずらりと並んでいます。私が探しているのはディジョンとシャティオン・シュール・セーヌという町を結ぶ路線です。ありました。一番下の段です。ピアノ演奏の BGM で時刻表を熟読します。私はすでにこの路線を何度も使っているので、どこで降りるかは知っています。ソース・ドラセーヌ。でもしばらくバスを利用していなかったので、なんだかいろいろな変更があるような感じですね。事前にインターネットでも調べておいたのですが、やはりちょっと難解です。第一、路線バスの名前が変わっていました。昔は確か1日に3往復だったと思うんですが、今は4往復あるのかしら。一番困惑したのはどこから出発するかです。ディジョン駅を通らないバスもあるようなんです。停留所をまずは探す必要がありそうです。朝、駅に到着して私は荷物を預けておきました。テロ対策のためでしょうか、フランスの駅では日本のようなコインロッカーを見かけません。けれどもディジョン駅では幸いにもこうして荷物を預かってくれるシステムがありました。駅を出ました。昔はこの裏側にバスターミナルがあったんですが、私が乗りたいバスはこの駅からではなく、ディジョン・ダルシー・デ・ヴォージュという停留所から17時40分に出発するようなので、とにかくその停留所を探します。ダルシー広場は駅からほんの数分で到着できたはずです。正面に見えている凱旋門があるところがダルシー広場です。バス停はおそらくこの周辺にあるはずです。けれどもダルシーという名前のつく停留所がこの周りに複数あって、私はかなり難儀しました。道を歩きながら何人かの人に尋ねつつ、ようやく目的のバス停を見つけました。時間に余裕を見ていたからよかったんですが、かなりヒヤヒヤしました。
今ちらっと振り返ってくれた若い女性、ここに私が着いた時、先に待っていた彼女にまずこの停留所で間違いないかどうか尋ねました。するととっても親切に間違いないわと答えてくれたんです。しかもこのバス停にはいろいろな路線のバスが停車しますが、その中でもこのバスよというふうに今振り返って合図をしてくれたんです。だいたいいつも利用している人しか乗らないようなバスなのでしょう。見るからにツーリスト。しかもアジア人顔の私を彼女は心配してくれたんですね。時間通りにバスは出発しました。ダルシー広場から公園の脇を通ってディジョンの市街地を抜けて行きます。夕方のバスは通勤通学の足。私の隣には少年が座っています。このバスに乗るなり、彼の携帯電話が鳴って会話をしていました。おそらく電話の先はお母さん。ちゃんとバスに乗れたか聞かれているんでしょうね。市街地を抜けると緑の多い風景が広がり始めます。ブルゴーニュ地方はパリ周辺とは違って森や谷、起伏のある地形になっています。今このバスの中には十数人ぐらいの人が乗っているでしょうか。途中信号機などがまずないのでバスは結構飛ばします。時刻表によると私の目的地への到着時間は18時36分。ディジョンから1時間近くかかるという計算です。以前は4、50分だったという記憶があるんですけど、少し伸びたでしょうか。後で分かったのですが、私が乗ったバスは途中の村々を経由して幹線道路を何度か外れるので、そのために少し多く時間がかかっているようです。ところでこのバスの運賃ですが、一律 1.50 ユーロ、日本円にして200円ちょっと。とっても安いと思いませんか？パリのメトロの1回券よりも安いです。20数年前、私がこのバスを最初に利用した時は確か7、8ユーロはしたはず。物価は必ず上がるものというフランスにあって、私が知る限りここまで値下がりしたものはとっても珍しいです。もっともこれは地元の人たちにとっての大切な生活の足。利益は度外視してこの地方の財源で賄われているんでしょう。春の柳がきれいですね。この村でも数人降りて行かれました。面白いなと思ったのは、今回も女性の運転手さんだったこと。実は最初にこのバスに乗った時の運転手さんも女性で、年の頃は4、50歳。まるで同一人物かと思ってしまうくらいデジャブ感がありました。サンセーヌアベイの村が近づいてきました。この辺りでは比較的大きな村です。バスは減速し始めて村に入って行きます。ディジョンのバス停で私のことを気にしてくれていたマドモアゼルは
ここに住んでいると言っていましたから、彼女もここで降りるはずです。共同墓地を過ぎて、さらに坂道を降りていった村の中心にバス停があるはずです。サンセングラベイという名前は何か象徴的です。聖なるセーヌと修道院という単語を組み合わせている名前。けれどもこの村にはセーヌ川が流れていません。セーヌの源流付近の一番大きな村に修道院が置かれたというのは、なんだかとても象徴的な感じがします。停留所に着きました。そう、この広場には昔からこの赤いファッサードのパン屋さんがあります。マドモアゼルが降りていきました。彼女のお家はどこでしょう。この村にはホテルやレストラン、そして私がこれから訪ねる家の主だったマダムモニークさんが晩年に過ごした高齢者施設もあります。一旦谷間の村に降りたバスは再び丘の上へと坂道を登って行きます。つづら折りの道を登るたび、右に左に村が見え、それがどんどん小さくなっていきます。教会の塔が見えています。そこを要にして家々が身を寄せ合うようにしてある村の眺め、これがいかにもフランスの田園だなと感じて、なんだかしみじみとした気持ちになる風景です。丘を登りきるとまた車窓の視界が開けてきます。バスを降りるときは自己申告制、次はどこというアナウンスがあるわけではないので、自分でそろそろだなと思ったら降車リクエストボタンを押さなくてはいけません。私はバスに乗るときに念のため運転手さんにソーストラセーヌで降りたいというふうには伝えてありますけれども、自分自身でちゃんと注意していなくてはいけないはずです。もう一度運転手さんの方に近寄ってソーストラセーヌで降りたいと告げました。するとはいはいというふうに運転手さんは反応してくれました。ところでこの辺りが源流になっている川というのがもう一つあるんです。イニョン川の源流もこの辺りです。イニョン川はソーヌ川、ローヌ川と交わってさらに南へ流れて行き、地中海に注ぎます。セーヌ川はパリを通って英仏海峡に注ぎますから、この辺りはいわば分水嶺と言える場所です。バスが減速しました。標識にはイニョン川の源流と書いてあります。ここよと運転手さんはバックミラー越しに私の方を見ました。Ah non, non, source de la Seine. Ah, c'est source de la De la Seine, oui. Ah, mais alors c'est pas là. C'est pas là. Mais... あ、セーヌの源流ここじゃないの？いえいえ、もっと先なんですと私。ああ、やはりこの運転手さんも分かってなかったなと思いました。だってあそこで降りる人なんてほとんどいないはずなんです。シャンソー村の手前ですと言うと、運転手さんはいやシャンソー村の後だったはずと返してきました。でもそんなことはないんです。
このもうすぐ次ぐらいの交差点だったと思いますよと私が教えてあげます。左側に道がある T 字路ですと。あ、おそらくそうねと運転手さん。もう私はフロントグラスにかぶりつきになっております。もうそろそろかしらと運転手さん。そう、その通り。誰か迎えに来てるのと彼女は心配してくれています。バスは減速して止まりました。そして私は無事にバスを降りることができました。道路の向こう側にマリジャンヌが迎えに来てくれていました。はい、こちらがマリジャンヌさんです。現在のセーヌの源流の番人といえるマダムです。彼女のご両親の時代からもう20年以上のお付き合いになります。いつも変わらぬ笑顔で私を迎えてくれます。マリジャンヌは車を持たない私のためにパリからの列車が止まる駅まで普段迎えに来てくれるのですが、今日はこうして久しぶりに路線バスを使って私はここまで来てみました。初めてセーヌの源流を訪ねた時、私はバスを降りてからこの道を30分ほど歩きました。車ではほんの数分の距離なんですけどね。ご覧の通り、道沿いにほとんど民家というものはありません。けれどもバスを降りてから源流に着くまでの間、たった一軒だけ家があるんです。もうすぐ左側に農家が見えてくるはずです。歩いてきた時、私はここで犬に盛大に吠えられたんですけれども、車だったらわけなく一瞬で通り過ぎてしまえそうです。ここを過ぎると道は谷に入っていきます。まだ木々の葉っぱが出ていない時期ですから、日が差せば明るいんですけれども、6月の夏至の日に訪れた頃は木々がうっそうとしていて、道がトンネルのように日陰になっていたことを思い出します。マリジャンヌが言います。その頃とほとんど今も変わってないはずだけど、ここ最近木を切ったのよね。そこがちょっと前と違う風景かもしれない。この右手のあたりがセーヌの源流域。そしてほどなく見えてくるはずです。私の目指すセーヌの源流に立つ一軒の家。かつて50年以上もセーヌの番人だったポールさんとモニークさんが暮らし、現在はその娘であるマリジャンヌとご主人のジャッキーさんが住んでいる家です。この家を訪ねるのは数ヶ月ぶりですが、新しいもの発見。蜂蜜と書いてあります。養蜂を始めようと思ったのもジャッキーとマリジャンヌのアイディアです。マリジャンヌはもともとこの家で育ちました。2人は結婚後、アフリカですとかフランスのロレーヌ地方に暮らしたりしましたが、ジャッキーさんの退職後、生まれ育ったこの土地で新しい生活をスタートさせています。私はここに来るとお二人に甘えてばかりです。マリジャンヌはとってもお料理上手。
ジャッキーのブルゴーニュワインセレクションがまた素晴らしい。こうして家庭菜園の野菜や果物、そしてこの周りの森で採れる季節の味覚を使ってもてなしてくれます。今夜のスープは自家製のじゃがいもと玉ねぎ、それにアユルース、熊のニンニクという野草を使ったもの。ちょっとした冒険旅行の一日の終わりには何よりのごちそうです。これも熊のニンニクの葉っぱを使ってマリジャンにこしらえておいたもの。それをトーストしたパンにのせていただきます。まあこれがブルゴーニュワインとぴったり合っていくらでも進んでしまいます。これもすごいでしょう。マリジャヌのお手製のグラタン。中身はミラベルというフルーツとブルゴーニュ名産のチーズエポワスです。甘さと塩味が絶妙で、もうチーズとデザートを一気にいただいているような最強のグラタンでした。今夜もごちそうさま。マリジャヌ、ありがとう。源流の女神様へのご挨拶は明日しようと思います。その様子は次の動画でお届けしますね。ちょっとした冒険旅行でしたけれども、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。